皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀一です。今回はですね、将棋を図で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、私の居飛車に対して相手の方のね、角交換型振り飛車ということで、この角交換型振り飛車ね、非常に、このチャンネルでも今まで指してきております。今回はですね、同じような対策ですとね、皆様もあれかなと思いまして、新しい作戦というかね、新しいというか、今まで試したことのない、居飛車穴熊にね、組むという指し方をね、やってみました。この指し方ね、メリットデメリットいろいろあるんですけれども、そちらの方も、触れながらね、解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方、大盤でね、振り返って解説していきたいと思います。本局ね、私が先手番でした。7六3四歩2六とね、ちょっと振り飛車のね対局が続いているかなということがあったんで、今回居飛車をねやってみました。大体まだ9四歩、この9四歩が一つね、注文をつけた手で、まだこれね、この後、先手の指し方次第では、居飛車も指すことができますし、本局のようなね振り飛車も指せるということですね。実際に2五歩と私も自然につきまして、2五飛車ですね、4二飛車と、振り飛車ですね。角道を止めない、角交換型振り飛車ですね、本局もね。はい。で、4八銀に8八角成と早速角を交換してきましてね、同銀2二銀とね、これが一つねワンセットの、手順ですね。でここでね2四歩と突くのは同歩同飛車に3三角という手がありましてね、これは飛車銀両取りで、もうこの銀取りがね受からないので、これ先手大失敗になってしまうので、これはね序盤ですけどお気をつけください。実戦はね2二銀に対して、6八玉とね、王様もかっこいいですね。こうなるとね、囲い合いですね。3三銀、ここで9六とね一回受けました。で、6二玉で、ここでね私は4六歩とね、ここ難しいですね。この銀を5六から5七銀か、本局のように4六といって4七銀か、どちらにねかに使っていくというのが自然な、指し方になります。で4六歩に対して後手は7二玉4七銀と、で、8二玉と寄りまして、7八玉、そうですね、ここで、7八金と上がりましてね、こういう形ですね。ちょっと先手の方だけ動かしますけどね、こういう形も以前ね、将棋ウォーズのこのチャンネル内でもね指していますので、そちらの方のね動画もぜひぜひね見ていただければなと思います。こうやってね、王様を深く囲わずにね、指す指し方もあるんですが、本局は7八玉とね、これ自然な手ですね。で7二銀とお手は美濃囲いしまして、これもね8六歩から8七銀という形でね銀冠に、組んでいくような順もあるんですけどね、本局は7七銀とね上がりました。で、1四歩と、ちょっと様子見の意味も強い端歩ですかね。で1六歩と私のも対応しました。で5二金左、そうですね、対局編の時も言ったんですけれども、後手の方としてはこの3三の銀をねどう使うかというのがこの形のポイントというかねなります。飛車を回って、2四歩というね形も一つ考えられますし、飛車だけ回って銀は4四に上がるという感じもねありますしね、この銀が、現状先手の2四歩を防いでいるんですが、どう使っていくかというのが一つのポイントですね。実戦は5二金左とね、王様を固める手ですね。はい。で、5二金左に3六歩とつきまして、4四歩ですね。これで4四銀と出る形がなくなりましたね。ただ次に4五歩同歩同飛車とね飛車をさばいてくる手があります。ここでね5六銀と上がる手もあるんですけれども、実戦はね桂馬で受けました3七桂、これ手堅い手ですね。4五歩とは使いを封じた手になります。で3七桂出して6四歩と、で、6五8金右で6三金、そうですね、こう銀出る手が後手はないのでね、仮に飛車を回ってきたとしても桂馬で2五の地点をね、防いでるところもあるので、ちょっと2四歩といってもね、効果が薄いということでね、後手はね駒組みになりました。6三金で、先手8八玉で7四歩とね、進みましてね、ここでね、本局ちょっと私がねやりたかった作戦というかね、角交換型振り飛車をね相手の方が選択された時からねちょっと選ぼうかなと思ってたですね。9八香、このね穴熊はね、微妙なとこですよね。端歩を受けた形の穴熊で、この後ね硬くはなるんですけれども、この後見ていただければ分かるんですけど、ちょっとね駒組みが硬いところがネックなんですよね。9八香に7三桂と飛びまして9九玉と下がりましてね、
で8四歩と、後手の方は自然に陣形をね充実させていっております。で、8八銀とね、面白い手ですよね。こう銀が1回上がったんですけど下がって8を締めまして、で8三銀に、7九金で7二金と上がりまして、5六銀とね、上がりました。で5四歩と相手の方がついて、で6六歩と、こうね自然に腰掛け銀プラス穴熊ということでね、なかなかの好形ではあるんですけどね。で5六に対してここでね、そうですね6六に対してここで9二香っていうのがね、一つ面白いというかポイントになっててですね、後手側から見るとね、居飛車穴熊に組まれて、穴熊硬いんでね、この硬さにどう対抗するのか一つのポイントなんですが、9二香というのはね、実戦では結局実現はしなかったんですが、状況に応じてね飛車をいい感じで回りましてね、こちら側で適当にこう歩を2枚ぐらいもらって、イメージですけどね、こういうようなイメージですよね。こちら側をこうある程度、例えば攻められたところですね、攻められたとしてもある程度歩をもらってこちら側でこう反撃するような、こういうようなイメージですよ。あくまでこういうようなイメージで指そうと、この銀をおとりにしといて、本陣に襲いかかろうというイメージのね、こういうようなイメージの9二香という、手でした。ただこの9二香がね、傷になることもあるんですね。それが本局この後ね終盤出てくるんですけれども、この香車をね、いい方に回るか、ちょっとデメリットに回るかっていうのが一つね、難しいところですよね。本局9二香と、あくまで作戦の一つと言えると思うんですけどね。で9二香に対して私は、6八金とね右とね寄り行ったんですが、これどこでしたかね。ここはもう、4五歩とかね、こう仕掛けてうまくいけばいいんですけどね。これでうまくいけば一番簡単なんですが、例えば同歩同桂という感じですかね。あるいは同歩に、2四歩と突いたりして、こうやってどんどんいく手もありましたかね。仮に先手だけうまくいけばね、同歩で4五桂と飛んで、銀が逃げて2四飛車みたいなね、こうなっちゃえば非常にね快調な攻めになりますよね。後手としては4五歩の時に、何かね変化をする。具体的に言えば例えば5五歩というのが切り返しの一つですね。で同銀と取らせて4五歩と取っておくと。ただこれもねこれで先手の番なのでね、例えば2四歩と突きましてね、これ有力でしたね。こうどんどんいっちゃう手もあったかもしれません。同銀ですと、もしかしたら、思い切ってこういう手があるかもしれないですね。こう出て同金に角を打ってね、飛車回られると銀損するんですけども、飛車を取って飛車を打ってね、結構バンバン攻めれるんでね、こういう方がもしかしたら良かったかもしれないですね。簡単ではないですけどね、別に振り飛車側が、4五歩と使ってすぐね潰れてしまうというわけではないですが、4五歩とねここで突いていっちゃった方が良かったかもしれないですね。本局こう金寄りはね、王様を固めた手なんですけど、対局中みたいにねこう固めたように偏ったことによってね隙が生じるわけですね。5五歩と相手の形なんですけど、これ結構ね機敏な手でしたね。これもちろんこう突かれてね本局下がったんですけど、取りたいんですよね本当はね。先手は取ると、飛車を寄りまして、この時にね、ここに歩は2歩なので打てないので銀を助けるとしたら、5六歩と突くしかないんですね。でこの時に4七角とね、これがあるんですよね。お分かりいただけますかね。先ほど金がここにいましたよね。こういう格好で、これでしたらこうやっといて角打ち込む場所ないんですよね。これ先手の番が来れば4五歩と突けばもうどんどん自然に攻めれて、5五歩がお手伝いですよね。銀がね進出したら。ただこの場合金が寄ってますんで、これでね5六に4七角と打たれると、これ結構ちょっと嫌な形なんですよね。銀の四角と桂の四角っていうかね、どちらもこう弱点ですよね。どちらになられても結構嫌な格好で、例えば4五歩とね強引に攻めても5六角成となられるとね、このちょっと銀が身体極まったような状態になってしまうので、これちょっとね同銀と取れないのが、先手としては不満でしたね。せっかくこの腰掛け銀のね、いい形に、組んだんでね、4五歩と、仕掛けてこの金寄るところですね、繰り返しなんですが、これもう4五歩とねいっちゃった方が良かったかもしれないです。銀を言ったことで相手の方のね5五歩が機敏な手でね、実際銀引いたんですけど、これでちょっとね若干攻めにくくなりましたよね。やっぱ王様硬くなったんですけどね。で、銀引きに対して、4一飛車でね引いたんですね。この4一飛車は大胆な手でしたね。他の手ね、確かに銀は引かしたんですけど、逆に振り飛車側から動くとするとね、先ほどの理想像はあるんですけれども、この4一飛車は微妙でしてね、3二玉とね打っちゃった方が良かったかもしれないですね。これ打てるんですけどね。で9一飛車と回って角をなって、馬を作って先手大成功に見えるんですけれども、王様から非常に遠いところのね馬ですからね、
しかもこれ何か取れる次取れるわけじゃないんで、そんなに先手も嬉しくない。ただね、後手の方も先ほど言った理想像と違うのはこう歩が入ってないんですよね。例えばこう9五歩同歩8五桂とね、さっき理想像で言ったんですけど、この辺の歩を取れてないので次に歩打つってないですよね。例えばこれすぐ8六歩と突いても、若干ね無理筋になりそうですので、どうでしたかね、3二角と打って、当然9一にね飛車を回ってくるんですが、呼び込んでね2三角成で指す手もあったと思います。実戦は4八飛車と回ったんですけれども、この手はね先手の場合は来れば4五歩同歩同飛車とね、すごい気持ちいいですよね。これは先手大成功なんですが、ここで後手の番なんでね、3五歩とねやっぱりこの瞬間に動いてこられましたね。で同歩に2七角とね打ちまして、これでね5四になるスペースがあるんですよね。3六角成を防ぐとしたらこうね角を打てば防げるんですけれども、5四角成ってペタってなられてね、一歩こう先手取れるんですけどね、この後が結構大変ですよね。ただこれで2八飛車とか回っとくような指し方もね、あったかなとは思います。先手の方だけ、狙いとしては、例えば飛車を置いて、角をぶつけていく、あるいは2四歩とついてね3四歩とついていくとね、こういう指し方もね、ただこの角がねやっぱ自陣角なんでね、馬と比べて働きが弱いのでねちょっとやりにくかったと。実戦はここで3二角とね反撃しました。ただこれ角打つならねさっき打った方が良かったかなというところですね。で3一飛車に4三角成とね、この銀を狙いをつけたわけですね。で後手の方は3六角成となりまして、これは飛車を寄っても入られてね、結局こう桂馬をね取られてしまうので、この桂馬を諦めて3四歩とね、銀を一目に行きました。で3七馬と桂馬を取って4九飛車ですね。桂馬を先に損したんですが、この辺で何かね取り返せそうだぞと。で2二銀で引いたんですね。これ同銀ですとね、3四銀ですね、すみません、3四銀ですと3二歩と打って、馬を取れば飛車を取るという形ですね。こう取りまして飛車を取ってね、これどうですかね、これもあったとは思うんですけどね、先手飛車一本で後手は角桂歩とね、角桂と飛車の交換ですけど、桂香はねと金で取れそうなんでね、やっぱりこの穴熊が硬いですかね。こう一回飛車をこう狙えるんですけど回ったりしといてね、この穴熊この駒でね攻める、先手の方が分かりやすく駒が取れるということでね、ちょっとこの展開が自信なかったということでしょうか。実戦は2二銀とね引いたんですけど、2二にね銀を引いちゃうと飛車は取られにくいんですけどね、やっぱ銀がね、非常にちょっと苦しい格好、実際4四馬と引いてね、1三銀とこれちょっと苦しい格好なんでね、ここはちょっと居飛車側が、私の方がねペースを握ったかなと。ただここからちょっと欲張りすぎましたかね。何か香を取るとね3四飛車という手があるので、何かもうちょっと他の手、実対4五歩突いとくとか、何かね、もうちょっと良い手があったかもしれないですね。実際は3九飛車と打ってね、2八馬に、3六飛車と飛車をね活用しに行ったんですが、これちょっとね危険な手だったかもしれないですね、結果的にね。で4一飛車と寄りまして、香車を取ると、4六馬というようなさばきがあるので、4五歩とね突いたんですが、2七馬とねこうしつこく追いかけられて、これねちょっと千日手模様なんですね、実はね千日手模様。これ飛車をね、どこか逃げる、実際3五にこれちょっと危険な手で、3九あるいは4六とかもあったんですけど、またここ追っかけられるとなんかねあまり、先手もうまくいってないかなという感じですね。ちょっとここで、3五飛車と寄ったんで2六馬と引いてね、この2六馬がね地味に結構厳しい手でして、3三歩成とねこうなりたいんですよね。で3五馬同馬となれば、先手としては戦えるんですけど、この時に4四飛車とねこちらの馬を取る手がありましてね、これ同歩で飛車取られると角損ですから、これは先手困っちゃうと。なので飛車をね本譜逃げたんですけど、これで馬取られてね、ちょっとね当初の予定とは私の方も変わっちゃったんですね。同歩同飛車となってね、後手の飛車の方が先にさばけたんでね、ただしょうがないとこうなりまして、4八飛車成に3四飛車とね、ちょっとこのと金が重いんですけど、この銀ですよね、1三の銀が非常に遊んでるけど使うよ、ね、今度使える形がないのでね、穴熊硬いんで結構大変かと思います、実戦的にはね。で9五歩と、この手がね、やはり穴熊崩しの急所ですよね。こちら側から攻めるだけだとなかなかね硬いので上部から攻めたと。同歩ですとね8五桂と飛んで、なかなか9七歩と絡めてね攻めが続くので、ここでね9五歩に対して4三とがね、攻め合いの一手ですね。
これ4三とがね地味ながら大切な手で2三とやりたくなるんですよね。これでと金がいなくなれば飛車が成れるんでと金を動かしたいんですけど、2三に行けばこんな銀取りでより良さそうに見えるかもしれないですね。これで飛車が成れればいいんですけど、2三との瞬間に3三歩という手があるんですね。こう桂馬の力を使ってね、こうやられると同とですとねバカバカしいですよね。で飛車がまあ逃げれば、銀はこれ取れるんですけど9五歩と取られるとね、これやっぱ飛車が成れないマイナスが大きいんですね。ですので実戦はねあえてこう銀の方じゃなくて王様の方に時を使ったわけですね。これでもね3三歩と打たれるんですが、この時にね4四飛車で折れるのが大きな違いなんですね。こうと金こっちだとできないんですけど、こう4四飛車とぶつけると、同竜ですとね同ととしといて次に、5一飛車とね飛車を打ち込めます。4四飛車に竜が逃げれば5三とと捨てれば同金に飛車が成れるということでね、これ地味ですけど非常に大事なとこでしたね。このやっぱり飛車がこうさばけるかさばけないかが生命線で、序盤中盤ですとね駒得が大きいんでねこう銀を取りに行く手がもちろん大きいんですが、もうこれから王様の寄せ合いというスピード勝負なので、この場合飛車のね働きを優先させる4三との方がいいということですね。はい。で4三とに対して、後手は 9五歩とね、9六歩とにするので取り込んできました。受けてもね飛車を成られてしまうので取り込んでね、で3一飛車成と。でね、銀にも構わずこう飛車成りをね、とにかく銀取りじゃなくて飛車成りを急いだ、飛車をね一段目になるのを急いだには理由がありまして、この時にね、中盤の時に言ったねこの香車がマイナスになってるっていうのをお分かりいただけると思うんですよね。これで私の番が来ると9一角とね打ちまして、こう9三玉と上がるとせっかくやった始めが無効になるのをお分かりいただけますかね。無効というか逆にこうね危ない格好になっちゃうんですよね。なのでもちろんこれは9一にね香車がいるとかなりね、これでも9二歩と叩くような手があるんですが、いずれにしろ9二香と上がったことによって9一角のね半分先手、別に詰むわけじゃないですけど9一角という狙いが生じてるわけですね。で実際はね、9四香とねちょっと苦心の受けですよね。これはどういうことかというと、角を打てば9三玉とね香車の裏にね王様に逃げ込めば端攻めができるし上も受かってるよっていう受け方。ただこの9四香っていうのはちょっと危険な受けというかね、何か駒を補強したわけじゃないんでね危ない受け方でもありますよね。7一桂とかね打っとく手もあったと思いますね。これね7一桂とこうシャットアウトね。ただこれ桂馬打っちゃうと攻めが遠ざかるんでね、実戦は9四香で上がったんですが、私は2一竜と。桂馬を補充して、この桂馬をね手にしたこれね駒を取っただけに見てではなくてこう桂馬をね打つ場所をちゃんと想定した意味があります。で桂馬を取った手にして5九竜とね、これは力を、貯めた手ですね。5九竜とでこれで金ね後手の番になれば、9七歩成となっていくと同香同香成の時にね竜がここにいますと同銀と取れないわけですね。同桂ですと9六桂というような手でね攻めが続くよと。結構じっとしたね竜入りですけど危険なんですが、ここでね8六桂というのが私のね桂馬を取った時からの狙いでした。こう9四香とねかわした手をね目をつけて桂馬を取っておいて、この8六に桂馬を打つことでぜひね皆さん覚えてほしいですね。これを打つことで何をやってきてもこれが王手が先ですから、例えば9七歩成やってきても王手が先でね、王手が先で同銀で9七香と取れば逆に銀取りということでね、なのでここで8六に桂馬を打つ形っていうのをね、覚えておくと桂馬を取る手につながるかなと。で8六桂に対して実際はね8五桂と飛んだんですが、やはり香車をね取りながら、銀冠のね厚みを同銀でね削りまして、ここで、ね、ようやくね形勢が好転してきたかなと。9一角と打ちましてね、この銀がやはりこう守備から離れたのも大きいですね。で、9二玉と頑張ったんですが9三歩とね打つ手がぴったりの手でしてね、同玉に8一竜と裏に回り越しましてね銀冠のね、で金取りで、この金取りをね設ける方法が難しいですね。7三金寄りですと同角成で取って同金に取った金を9二に打てば詰みと。もうこうなってくるとね穴熊の、猛威ですよね。もう受ける方が難しい。実際8三銀とね引いたんですが、ここはいろいろあるところでしたけどね、香車打つ手もあるところでしたけど9四歩と打ちまして、同玉に7二竜と切りまして、同銀に8二角成と。
これがですね、本譜の詰みと7二馬とね、取る銀取りがあるので、ここはもう受けが難しい。私の王様は言うまでもなく安泰ですね。で7三金と、実際の銀取りをね、受けたんですが9四9六香と王手しまして、で9五歩に9三金とね打ったところで相手の方の投了となりました。これはねもう以下はというのはないですね。このもう一手詰めまで相手の方が指したのでね、このね、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今大盤で見ていただいた通り、角交換型振り飛車に対してね穴熊に組みますと、居飛車穴熊っていうのは硬い戦法なんですが、王様金銀がね偏ることによってそのできた隙に角を打ち込まれるね、リスクを背負って戦うというのがね、普通の振り飛車対居飛車穴熊とは違ったね、居飛車側としては、気を使うところなんですよね。本局ね相手の方がそこをうまく咎めてかね捉えてね、指してきたことで若干ねちょっと指しづらいようなところもあったと思うんですけれども、ただね時間が切迫したこともありましてね、その隙をついてね居飛車穴熊の硬さを生かして、勝利することができたというね流れでした。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。